病院、郵便局、運動場など生活に必要なさまざまな施設がございます。まさにですね、一つの街といったようなところではないでしょうか。またこちらの広大な潜水艦部隊の一部をアメリカ側に置き、指揮や指令を行っているからなんですね。そんな潜水艦の真ん中ではですね、隊員さんが2名大きく手を振ってくれておりました。ありがとうございます。さて、早速潜水艦の姿がご覧いただけておりますけれども、皆様イージス艦と聞くとですね、皆様もよくテレビや報道で一度は聞いたことがあるかと思います。まず最初にですね、イージス艦と見分ける私室長の方をご案内させていただきます。カール・アムンセンと言います。なかなか聞き慣れない名前なんですけれども、とにかく非常に珍しい艦船であるということでですね、ぜひ収めておいていただきたいなと思います。そうしますと、目線を再び右前の方に向けていただきますと、アメリカ海軍の基地が広がっております。にですね、4枚ですね、あのような板が張り付いております。ではイージス艦の特徴的なレーダーのご案内させていただきました。イージス艦ってどんな船なのかと言いますと、空から飛んでくるミサイル防衛に特化した船となっております。例えば1隻のイージス艦めがけて空から100発ほどのミサイルが飛んできたとしても、その全てに的を合わせ、危険度の高いものから順番に撃ち落とすことができる。またイージス艦が止まっておりますけども、皆様やはり気になるのはですね、右側前方方向、真横になりましょうか。赤白大きなクレーンが2機並んでおりますけれども、あの2機のクレーン、なかなか目元ご覧いただけないぐらい大きな船が止まっております。こちらはですね、イギリス海軍の空母となっております。名前はですね、プリンス・オブ・ウェールズ。もちろん横須賀初入港、先にご案内いたします。この場所1回しか通りませんからね。今ちょうど皆様空母の全体像の姿ご覧いただけております。走りながらとなりますけれども、皆様お写真や動画の方どんどんお撮りいただきたいなと思います。ちなみに全長なんですけれども284メートルございます。また乗組員の方もですね1600名ほど乗り込んでおりますね。やはりじゃあなぜそれだけ長い大きな船なのかと言いますと、皆様船体の上の方をご覧いただきますと分かりますかね。戦闘機、あちら F35 と呼ばれるですね、非常に新しい戦闘機積み込むことができる。またその後ろにもですねヘリコプターの姿がご覧いただけております。主にですね空母というのはあのようにヘリコプターであったり戦闘機をですね飛ばすための滑走路の役目をしております。まもなく真正面からですねこちらご覧いただくことができますけれども、皆様ご存知かと思いますけれども、空母陸地からご覧いただくことはできませんからね。横須賀軍港巡り、このように船にご乗船していただかないとですねこのようにご覧いただくことできません。もう一度言いますけれども、非常に珍しい艦船となっております。ただですね、船体ちょうど正面方向をご覧いただけております。やはりですね前の方を見ていただきますと、何もジャンプ台というようにですね平らなところから少しですね上の方に向けられておりますけれども、あちらなんですけれども、スキージャンプと言いましてですね、戦闘機を飛ばす際にですねよりですねスピードを上げたり高度を上げるためにですね、あのように少しなんていうんですかね、流線形と言いましょうか、ジャンプ台のようになっております。スキージャンプということなんですね。ちなみにさらっとご案内の方させていただきましたけれども、このように空母の上戦闘機が乗ってるシーンというのもですね、実は横須賀ではですねなかなかご覧いただくことできないんですね。ジョージ・ワシントンという船配備しておりますけれども、大体そちらに乗ってる場合ですね戦闘機に乗っけてございません。本日非常に珍しい空母であるイギリス海軍の船をご覧しつつ、なんと戦闘機の姿までご覧いただくことができております。私も本来でしたらですね初めてご覧いただけておりますので、皆様と一緒にお写真動画をお撮りいただきたいところなんですけれども、私の代わりに皆さんぜひとも撮っていただきたいなと思います。さてまだまだご案内したいところなんですけれども、本線お時間の都合もございますので、お隣の港長浦港に向けて船を進めてまいります。3カ国目でしょうかね、4カ国目船の姿をご覧いただくことができました。普段ですとあちらですねアメリカ海軍の原子力空母ジョージ・ワシントン、ぜひですね次は原子力空母の姿をご覧いただきたいというお客様いらっしゃいましたら、夏を越していただきまして、寒くなる冬頃のですねご乗船の方もお待ちしております。
す必要があるのか。それは戦時中に仕掛けられた海の中に仕掛けられた爆弾機雷がございます。その中にはですね、敵の力に反応し、この通りですね、主に貨物、物資を多く積んでおります。またですね、弾薬を積んでおりましてですね、仲間のアメリカ海軍の艦船に給するのをお仕事としております。実はですね、合わないとご覧いただくことができません。そしてこのようにご覧いただけるのも、やはりこれ横須賀空港巡りならではの風景となっております。深夜動画の方をお撮りください。さて、長浦港の方なんですけれども、このように海上自衛隊の艦船に限ってもですね、多くのお客様知らない方が多いんですね。そうです。海のもしもは118番となっております。夏海水浴シーズンとなっております。まだね、本線保安庁のご案内の方が終わりましたので、長浦港の奥の方へと入ってまいります。今ですね、右側にご覧いただけている艦船なんですけれども、これよりぐるっと向きを変えていきまして、左側からですね、ご覧いただくことができますので、ぜひとも皆様お写真や動画お撮りいただきたいなと思います。それではどんどんご案内の方をしてまいります。まずですね、左側前方方向少し小ぶりの船が止まっております。頭の番号5105番と書かれた船が止まっております。こちらなんですけれども、少し大きな船体ですね。海洋観測艦の地形、地質、潮の流れ、塩分濃度など、ただですね、海上自衛隊の艦船の中でも非常に秘密の多い船、そのため最前線で撤去するのがちょうど左真横の小ぶりな船なんですね。あちらは463番と同じチームメイト。そしてその目線左前に移していただき、正面から船の姿をご覧いただくことできております。やはり船というのはですね、正面であったり斜め前からですね、お写真や動画をお撮りいただきますと非常にかっこよく撮ることができます。昭和の終わり頃に作られた護衛艦となっております。帰りはですね、横須賀本港の方に戻りますとですね、おりますけれども、あちら潜水艦救難艦の千代田と言います。その通り、潜水艦にトラブルが起きた際ですね、さてもう間もなくしますとですね、やはり404番大きいので潜水艦を隠してしまいますけれども、やはり船というのはですね、このように正面からですねご覧いただきますと非常に迫力がございますし、やはり海の船ならではの風景となっておりますので、明治時代に作られたとは思えないほど立派な水路となっております。こちらを通りますとですね、お気づきかと思いますけれども、ここ最後のシャッターポイントですからね、皆様思い残すことがないようにぜひお写真動画をお撮りください。さて、私はどんどんご案内の方書かれた船が止まっております。こちらなんですけれども、特務艇橋立と言います。特務艇とはですね、国内外から VIP をおもてなしするための船となっております。こちら2色で塗られた理由なんですけれども、災害が起きた際ですね、上側白い部分にですね、赤い赤十字マークが書かれまして、動員船としての役割をするため2色で塗られております。海上自衛隊の目線右前方の方に移していただきますと、私が行き道へご案内いたしますと言いました。海上自衛隊のメインとなる吉倉桟橋の姿がご覧いただけております。まずですね、桟橋の奥に止まっております頭の番号は179番とプレゼントしておりますけれども、その中の一隻を本日はご覧いただくことができております。やはりイージス艦というのはですね、今訓練が多くてですね、非常に忙しい船の一隻となっておりますので、このようにご覧いただくことができたのも非常にラッキーなことなんですね。そうさせていただきました。令和世代に作られました海上自衛隊の艦船の中でも比較的新しいタイプの船、この2番のお隣には154番ですかね、書かれた船が止まっております。こちら昭和時代に作られた船、本日はですね昭和時代令和世代のですね2隻の船見比べることができております。2番なんですけれども、見比べていただきますと、やはり凹凸がなくツルツルとした見た目が特徴的となっております。ラダーを跳ね返すとですね、非常に小さくご覧いただくことができる、敵の船に見つかりにくい、専門用語で言いますとステルス戦に特化した船となっております。新しいタイプ、そして今後スタンダードとなる一隻となっております。そうしますと皆様お待たせいたしました、海を挟んだお隣、お尻をこちらに向けて止まっております D33 と書かれた船なんですけれども、こちらはイギリス海軍の艦船となっております。名前をドーントレスと
言いまして、主にミサイル駆逐艦と専門用語で言いますけれども、主に空から飛んでくるミサイルですね、対空戦に特化した船となっております。注目していただきたいのはですね、お尻をこちらに向けておりますけれども、 D33 から目線上の方に向けていただきますと、四角い入り口、あちら格納庫なんですけれども、そうしますとまた再び目線上の方に向けていただきますと、黒色のものがございまして、少し長方形の黒色のものをご覧いただけておりますけれども、あちらが船レーダーとなっております。今はですね回っていない状態なんですけれども、あちら入港した際ですね、出港する際はですね、このような大きなレーダーがくる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 回っていると、入港してきたというふうに言われております。さてそうしますと、桟橋挟んだお隣にはですね F311 と書かれましたノルウェー海軍の艦船の姿がご覧いただけております。やはり護衛艦であったりですね、艦船のほとんどというのはですね、ヘリコプターを離発着するためのですね、失礼いたしました、後半といいましてデッキがございます。ちょうど後ろ部分ですね、再びのご案内となりますけれども、ヘリコプターがこのようにですね、外で止まってるシーンをご覧いただくこともですね、なかなかないことなんですね。普段はおそらくその前がですね、格納庫となっておりまして、あちらにヘリコプターをしまっているのではないかと思います。非常に珍しい船なんですけれども、なんとあちらの船もですね、皆様背の高い鉄塔マストをご注目していただきますと、八角形の板ついておりますので、あちらもイージス艦であると、もう分かっていただけているかと思います。さてですね、本日なんとですね、ノルウェー、イギリス、アメリカにも4カ国の艦船、このようにご覧いただくことができております。再度ご案内いたしますけど、こちらの2隻はですね、その中でも特に珍しい船となっております。最後にご覧いただけております。さてまたちょっとですね、可愛らしいのがですね、F311 と書かれたですね、番号の上にはですね、大砲がございますね。やはり護衛艦ということで大砲もございますけれども、あちらに絵が描かれておりますね。なんと熊の絵が描かれているのですね。やはりこれなかなかですね、海上自衛隊の船ではですね、大砲に絵が描かれているということはないんでですね、ぜひとも皆様可愛らしい大砲の姿もご覧いただけておりますので、お写真や動画の方をお撮りいただきたいかと思います。さてそうしますと、再び海上自衛隊の116番テレ時の姿がご覧いただけております。とためですね、本線もですね、ぐるっと一周回ってきたというふうに、珍しいと言い過ぎてですね、あまり皆さんもちょっとラッキーなような特別感がないかもしれませんけれども、世辞を言うわけではございません。実は非常に珍しくですね、また混雑しておりましたこちら横須賀なんですけれども、やはりですね、国が違ければですね、船の形というものも違いますし、年代が違ってもですね、船の作り方、形、この船を安全に操船した船長は瀬川誠、案内人は私中川拓也がお送りしてまいりました。本日はご乗船いただきまして誠にありがとうございました。